こんにちは。今日も対談のお時間です。今日はちょっとすごいですよ。今日のスペシャルゲストはさんです。はいはい。いや、ありがとうございます。マジで共通の友人の紹介でお会いすることができたんですけど、本当に1時間ぐらい対談前に喋らせてもらったんですけど、とんでもないですね。いや、そんなことないですよ。その軽い自己紹介を何されてきたのか簡単で大丈夫なので。小さい頃に見たジャングル大帝と野生の王国でアフリカに行きたいと思って、アフリカイコール野生動物イコール獣医になったらいける。なるほど、ね。アホなこと考えました。獣医になってアフリカに行って学校で教わったことは世界を理解するためには全く役に立たないと。はっきり言って嘘やんっていうことに気がついて、そこから獣医もならず、この世界をもうちょっと見てみなきゃってんで民間企業製薬会社に入って不老不死の研究をして、不老不死の研究、研究の合間に WHO の心臓血管部会の食べ物と成人病の関係を調べるのを調査だ栄養学担当とか言って入りまして、その後民間企業ですぐ潰れちゃうので、不老不死の薬なんて、それからやっぱり野生動物の仕事をしたいと思って37カ国ぐらいかな、それであちこちで仕事してきました。モンゴルで狼を追っかけてる時に、大学らしくない大学を作るからと、それまでの経験を話しなさいということで約17年間大学の教員やってました。あ、そうだったんですね。大学の授業で賄賂と寄付の違いお前ら言えるかっていうのにあ、確かに難しいですね。やってること一緒っちゃ一緒ですかね。一緒でしょ、なかなかそんな教えてる教授いないじゃないですか。こんなことを教えたら多分クビになるんですよ。クビになりますか。ちょっと今日は根掘り葉掘り行きたいと思うんですけど、アフリカに行かれたのは何歳ぐらいのことだ。25歳。あ、若いですね。大学卒業して3ヶ月牛の獣医をやった後、馬の獣医から牛の獣医をちょこっとやってすぐアフリカに行って、それはなんで行かれて、どういったショックっていうか何が違ったんですか、僕たちの教科書と。アフリカのことって一切知らないじゃないですか。知らないです。分かんないですね。欧米がどうやって植民地化してアフリカを支配していったかっていうのを全く知らないでポコッと入ったわけですよね。しかも当時はソビエト二大体制の戦いの中で行った国ザンビアだったんですけど、ザンビア社会主義系統の強いところ。ザンビアどこだ。あ、タンザニアか。タンザニアは WHO のスタディで調べていた時もあるんですけど、やっぱり日本で習ったことっていうのは基本お花畑なんですよ。やっぱそうなんですか。日本人はもともと明治時代は世界を現実を知ろうと言ってみんな学校で教えてもらったんですよね。しかも明治時代の教科書全部一人称で書いてるんですよね。ということは誰かが行って調べて戻ってきて書いたものが教えられてた、現実を知ってた。みたいに行かれて実際に命を落とした人も結構いるんですか。あります。マラリアで亡くなった人もいるし、撃たれて亡くなった人もいるし。普通に撃たれて。ジンバブエが独立したばっかりだったので、面白かったのは地元の人が象狩りにね、独立戦士が使ってた地雷を使ってて、うわ、アホなことに2つ近くに植えちゃったんですね。象が踏んじゃってボーンといったんですけど、倒れたところにまたあってボーンといって肉がなくなっちゃったんですよ、そんな2年間でした。毎日棍棒で頭ぶん殴られてるような気がします。今まで信じてたことは何だったんだろう、学校で教わったことは何だったんだろう、お花畑じゃないんだよこの世界って思い始めたんですね。医学的なこともびっくりされたことあったんですか、アフリカに行かれて。これを言うと獣医の仲間からこっぴどくやられるかもしれないんですけど、ヨーロッパから30頭ぐらいの牛が入って全頭口蹄疫になったんですね。口蹄疫って日本で出ると全部殺しますよね。口蹄疫ってどの牛もすぐ死なないんですよ、なのに殺すんだ。なんでなんですか。どうしてなんだろうって考え始めるんですよね。その後ダチョウの仕事をして象の仕事をした時に、ダチョウってローコレステロール高くないよ、肉だよとか、皮が女性のハンドバッグとして非常に注目されてる頃、ジンバブエと南アフリカからダチョウの卵がアメリカに大きいやつですよね。大きいやつを輸出されてる。ヒナも輸出されて、どんどん輸出されてアメリカにダチョウの養殖場、いわゆるファームがどんどんできてきた途端に、アフリカにはこういうふうな病気が入れちゃいけないから検視にします。だって今までお前ら買ってただろ、法定伝染病ってそうやって作るわけで、要するに非関税障壁なんですよ。獣医学的にそれが病気を蔓延するかどうかは全然別問題ね。ヨーロッパが植民地化してどんどん畜産産業が育ってくると、ヨーロッパの畜産産業なくなっちゃうじゃないですか。アフリカ行けばどこでもある口蹄疫っていうのが、あ、これお前らあるからヨーロッパにないんだよ、持ち込んだらいけないから牛はダメよ。でそれの先兵隊でいるのが
10位だということが分かったそうか、10位ではないんですね。10位です。あ、10位は10位なんだけど、資格は持ってます。そうか、資格はじゃあ持ってるから10位は10位なんですけど、表向きにいる10位さんの実態はこういったことだよっていう。で法定査定全部覚えてないと国家試験受かりませんからね、はい、だって死亡率 99.99% の狂犬病と口蹄疫と一緒に扱うってことにおかしさ感じません？あ、一緒に扱ってるんですね。だから狂犬病も全部殺さない、全部殺さないし、口蹄疫も殺さない。おかしいじゃないですか。だけどそのおかしさっていうものを気がついたらいけないんですよ。どの業界もそういったお医者さんもそうだと思うし、それこそ先生とかも教師もそうかもしれないですけど、みんな似たような感じかもしれないですね。なんかどっか違和感じゃないけど、違和感を感じてる先生方いっぱいいるんですよね。で一回私も理科の教科書を使って学校の先生方に1ページ目からのここに嘘がありますよ、ここに嘘がありますよ、ここに嘘がありますよっていう授業をやったことある。やったことあるんですか？理科の先生がじゃあ何を教えたらいいんですか？いや本当だよね。確かに教科書も教えられなくなっちゃいますよね。先生が考えることでしょって私は逃げたんですけど、大学の授業でも私が教えたことも鵜呑みにするなと。鵜呑みにした結果あなたの人生に何が起ころうか私は責任取れない。だったらあなたが考えること。間違いない。だから私の試験問題は常にあなたはどう考えるのっていう素晴らしい試験問題なんです。僕も動画で毎回最後に皆さんはどう思いますかって問いただすんですよ。僕もやっぱ陰謀論都市伝説って答えわかんないじゃないですか、はい、なのでこういうこと言われてるよ、じゃあ皆さんは全部見てどう思いますかっていうみんなの答えを求めないとやっぱと思ってて、それが皆さん自分自身の価値観で自分自身の思考力で自分自身で答えを求めようとすれば世界は必ず良くなるはずなんですよね。ね、そう思いますよね。だけど日本って必ずやられるのが正しい答え、相手が求めてる正しい答え通りにしないと答えにならないって、罰になるんですね。学校で勉強していいのは数学と、そうか、もう答えが決まってる。数学は学問の中で唯一定義がある学問ですから、合理に導かれた無矛盾の理論で理論だけなんです。他のものは全部いろんな答えがある。他のものは基本的に灰色でしかない。数学だけ白と黒がある、矛盾すれば黒ができます。確かにね、はい、そういった意味では全然解明されてないんですね、この世の中の科学っていうのは。基本的には科学というのはないことを証明できないんですよ。うわ、この話深いよ。僕もよく考えるんですよ、はい、この世の中がある状態じゃないですか、はい、ない場合って証明できるのか。唯一の方法が数学にある配理法っていう方法だけなんですよ。もし存在したとしたら今まで証明されてきたことに矛盾が生じるということを証明しなきゃいけない。ああ、なるほどなるほど。これが例えば医学でいうとウイルスがいっぱいあります、はい、ないと証明するためにはあると仮定したら他のものが全て矛盾してもらわなきゃ困るわけです。でそれってほとんど不可能ですね。確かに。だから科学というのは常にあることを証明されることを積み上げてきた技術のはずなんです、だけど証明されてないことがいっぱいある。そこはあやふやにしちゃってるんですね。現象論で電気はあるわけです。現象論ってリンゴが落ちる。だけど重力があると証明されてないにもかかわらず重力をエネルギーと見て時空という相対性が出てくると。アインシュタインのね相対性理論もあれは間違ってる。証明されてない。あれは一つの仮説であってまだ分からないってことですよね、はい、証明される可能性がゼロではない。だけど重力をエネルギーとした時点で重力の存在が証明されてない以上、そうですよね、仮説の上に仮説を積んだわけですよね。そこから展開していったら、間違ってる可能性が高くなっちゃうから全部崩れちゃいますよね、はい、電気も同じように実際に電気あるじゃないですか、はい、ありますね。現象論としてある。だけど電子って調べてみると重さはあって体積がない。面白い逸話があって、マイケル・ボーアっていうのは原子核の周りを電子がこう回ってるんだと、電子はそこに存在することを証明できない確率論で表すことができる。で小学生が聞いたわけ。陽子はプラスだよね、電子はマイナスだよね、先生はプラスとマイナスは引き合うんだって言ったよね、言いますね。でどうしてこれぶつからないの、合体しないのって言った。マイケル・ボーアの答えがそういうもんなんだよ最後はもうそういうもんなんですよってそう、これでしか分からないんだもん。そんなもんなんですか今の学問っていうか。それを学校の先生もうちょっと考えてくれないっていうのをやってみたんですけどね、なかなか難しい。いやーロマンあるな。世の中変えたいですね。現場に行って現象を見てきたら何を感じるか。それこそモンゴルの草原学生連れて行きたいと思うんだけど、日本の家畜の肉を食べてる子どもたちにモンゴルの人たちが育てた家畜の肉を食べてもらうと、何この違いっていうわけで。どんな違いなんですか。全く違いますね。味とかそういった。ヤギって臭いじゃないですか、日本で食べると。
全然臭くないんですよ。モンゴルの人は日本に来たら何を言う、小屋に入ってるじゃないですか、家畜が。どこと見て、あ、日本の牛とか豚とか馬とか、これって皆さんペットなのねって言われちゃったんですよ。家に入ってるのこれペットでしょって。自由に生きてない、自由に食べ物を選んでない。要するに彼らが言うのはいつも、家畜は自分の体の求めに応じて800種類の草を食べるんだって。モンゴルも同じで800種類っていうのは要するに無限の種類の草を食べると、それで自分の体を健康に保つんだよ、彼らは、だからモンゴルの家畜は健康なんだ。確かに野生なんですよ、ほとんどね。だけどそれを必ず夜には狼に食べられないように柵の中に入れるんで、要するにストレスかけるんですよ、朝になると無事だから離すんですよ。その時のヤギとか羊の飛び跳ねよ。すごいんだ、ぴょんぴょんしてるんですか。小学校で休み時間になった子供たち、確かに晴れてましたわ。跳ねてたでしょ。ストレスが悪いんじゃないんです。ストレスをマネージできることによって家畜は幸せを感じるわけですよ。日本の場合どうなっちゃってるんですか。ストレスかけっぱなしだから不幸せになるんですよ。たまに映像で見るけどすごいですよね。まずいよね。黒いっていうか残酷ですよね、あの光景は。本当に獣医って必ずですね、体の健康は要するに何を食べたどうね、病気はこうだって習うんですけど、家畜の精神的な健康っていうのは勉強しないんですよ。あんま聞かないですね、確かに。教科書がないんです。ないからか。ないから。私はモンゴルの遊牧民の方にそれを教わる。そう考えると僕もそういったエネルギー、動物たちのエネルギーとか、その恐怖でストレスをかけられていた牛さんたちを僕たちは食べてるわけじゃないですか、そういったエネルギーが実は人間にも入ってるんですよっていうのを聞いたことがあって、10年前ぐらいに。それはどうなんですか。やっぱ私たちは西洋畜産を入れたので脳を破壊するんですね。まず牛を殺す時に脳をスポンと破壊して、もうこれで意識がなくなった。だから首の頸動脈を切って放血して肉を処理していくって言うんですけど、脳の前頭が破壊されたからといって本当に意識なくなったかどうかって誰も確かめた人がいないんです。分かんないんだ、そこも。難しいでしょ。意識ってどこにあります？いや、そうなんですよね。脳ですか？脳は僕でもピーチャルのこととか勉強すると脳は別な気がしますね。心臓にも神経細胞があります。だからどこにでもあるってことです。心臓には4000個の神経細胞があって、心臓は感情を司るんだというふうに最近言われ始めました。心臓なんですか？僕腸内だと思ってました。腸と脳の連携はすごいです、腸が脳に送るシグナルが脳が腸に送るシグナルの9倍、9対1だそうです。脳と心臓って基本的に神経つながってないんです。あ、そうなんですか？僧帽結節で心臓の心拍を司る神経層があって、そいつらがやってるんです。だから感情が先に心臓をバクバクさせる。そうなんだ。バクバクすると今度脳が緊張する。緊張するということなんじゃないですか。WHO に働いたっていう2年間でしたっけ？私は調査の専門家として入ってるんですよ。WHO がずっとカルディアックスタディっていうのを連続してやってるんですね。ず心臓ですか？心臓血管部会っていうのが専門部会があって、そこの調査として心臓血管系疾患、いわゆる成人病ですよね、それと栄養の関係を調べると世界でやってるんですよ。その中の13カ国を担当した調査の栄養担当として入ってたんです。統計のマジックというのを使うんですけども、血圧の高い集団、その方々は脳卒中になる人が多いということがある。脳卒中になったから血圧が上がってるのか、血圧が上がってるから脳卒中になってるのか、これは別問題で、脳卒中の罹患率が高いところは血圧の高い人たちが多いというデータが出てきます。なおかつそこでその集団は塩分摂取量が高いと、やっぱ高いんですねということが出てきたんですね。1980年以降高血圧を病気にしようと。そこで関係が出たから。あれは原因とは言ってないでリスクと言ってますね。因果関係は証明できない。だからこれは実験で証明していかなきゃいけない。血圧が上がれば脳卒中になるんだということを証明しなきゃいけない。なかなかこの因果関係っていうのは難しくて、因果関係っていうのはインプットに対してアウトプットがこう連動すると、血圧がここまで上がれば脳卒中罹患率がここまで上がる、血圧がここまで上がればこうなるよっていう後追いじゃなきゃいけないわけですね。これ先あっちゃいけない、逆になっちゃうんです、ネズミに体重換算でいくと人間で 200g の塩を取らせる。もう今だと動物虐待で言われそうです、そうですね、確かに。それを1年2年でやって血圧上がんなかったんですよ。上がんなかったんですか？ 200g で人間取ったら大変なことになりますから。人間ってどれぐらい取ってるんですか？今11から10、そんなもんなんですか？11g ぐらい。200やばいですね。じゃあ今の20倍ですね。病的なレベルまでいくんですけど、新年ちょっと経ってしてみたら腎臓がこんななってるんですよ。だけど血圧上がってないんですね。
って私は当時は血圧が脳卒中を信じて方ですけどね。それから薬ができて、はっきり言えば逆なんですけどね、血圧を下げる薬ができたから高血圧を病気にしようっていう意図のもとにやってたような。薬が先に出来上がっちゃうんですか？それはもう製薬会社がそれを売るためにで研究するんですか？そもそも原因も分かってないのに。因果関係は証明できてる。それはあるけど、それから薬ができて血圧の高い方に下げるっていう投薬が始まるわけですよね。そうですよね。これはポストマーケティングサーベイってアメリカでは必ずやらされるんですよ、市場に出した後どのように薬が効果を示してるかっていうのを証明しないといけないんですね。ずっとモニタリングしなきゃいけない。その結果何が起こったかというと、血圧を下げる薬を1剤飲めば脳卒中率が 30% 上がるんです。はい、血圧を下げる薬2剤飲むと6割上がるんですよ。血圧を下げる薬3剤飲んでる方今結構いらっしゃいます。そうなんですね。これが基本っていうか、多い方でこれをやるとですね、脳卒中率が9割上がるんですね。それ分かってるんですか？で疫学調査がそうなんです。最終的に脳卒中になった人の血圧を上げる薬を飲んでる率が7割あるんですよ。みんな飲んでるんですね。はい、だから血圧を下げる薬が脳卒中の原因ですよっていうのが疫学で出ちゃったんですよ。その結果アメリカではすごいなと思うのは何をしたか、脳卒中心筋梗塞を起こした人に血圧を上げる治療をやったんです。日本は逆をやってるんですけど、それをやると治癒率が上がったんです。上げた方がいいんですか？ということは何かというと、脳卒中になった人たちが多い集団は自分で脳を治すために血圧を上げてたってことが分かったんです。だからあれと一緒だ。風邪になる時は体温上がるけどみんな下剤飲んで体温下げさせるじゃないですか。でも体温上げるのはウイルスを殺すためだから必要な体の自己治癒力だったってことなんですか？はい、血圧を上げることによって治癒率が上がってきたと。同じことでコレステロールを下げると発がん率が上がるっていうのも出てるんですね。長く苦しめさせる薬っちゃ薬ってことですか？それを言ったら本当にこのビデオバンされますよいやまあバンされましょう血糖値を 10% 下げると全ての死亡率が 15% 上がるんですよ。血糖値を下げると。血糖値って何かっていうと、人間の体の中で一番酸素使うエネルギー使うのは脳ですよね。だからプロの将棋指しみんな痩せてますよね。試合中5000カロリー6000カロリー食べても太らないじゃない。脳が全部酸素使ってるわけ。すごい。エネルギー使ってる。次に使うのが心臓です、ね。3つ目が免疫なんです。治癒力なんですよ。必要なんですね。はい。血糖値が上がるってことは治そうとしている。それを下げると治す力がなくなるので死亡率が上がると。それこそ塩分も減塩コレステロール良くないとかみんな言うけど、あれじゃあ全部塩分っていうのを皆さん塩というふうに捉えるんですけど、人間の体の中には空気の流れと水の流れと熱の流れがあります。常にこれは妨げてもいけないし汚染してもいけないんですね。水の流れすなわち血液だし胃酸だし細胞のコミュニケーションを水の流れでやってる。それで熱の流れっていうのは体温を維持するために熱を出してるわけ。作って出してる作って出してる。これを止めると何て言いますか、熱の排泄ができなくなった人たちは熱中症と言います。熱中症はそれなんですか？排泄できなくなった人ですね。だから熱がどんどん溜まるから細胞の機能ができなくなる。でももう一つ空気の流れってありますね。空気の流れっていうのは酸素が入って酸素取り込んで細胞に渡してエネルギーを作って二酸化炭素を出す。ここにまた大きな嘘もあるんですけど、赤血球が酸素を運ぶ率って何割ぐらいあるでしょう。むずい質問きたよ。学校では赤血球が酸素を運んで二酸化炭素を出すと習うじゃないですか。赤血球が酸素を運んでる8割で2割は要するに水が運んでるんですよね。血液が運んでるわけです、二酸化炭素は赤血球とくっつく率はほとんどない、2割でないんですよ。二酸化炭素は何で持っていくかと、血中のナトリウムが肺に持ってくるんです。重曹として持ってきて二酸化炭素を出すわけです。これ止めると呼吸ができなくなります、ね、だから減塩すると呼吸ができないだから熱がこもるんです。汗かいてに塩出されたら呼吸できなくなる。汗止めるじゃないですか。そうですよね。確かに。そうしたらお年寄りで塩がない人は自分のエネルギーを作るために汗をかかなくします。汗がかかないということは熱の発散のほとんどは汗ということは溜まります。溜まっちゃう。熱中症にみんななってんだ。あれ去年やばかったもんな。日本の気温でみんなバタバタ倒れて。熱中症なんて1980年以前はないでしょ。そうだったんですか。病気作ってますね。それを言われたらね、私も困るWHO は何をやってるところなんですか？じゃあ WHO の予算の7割は製薬会社からですから。結
局製薬会社が成り立たせてるんですね、そこは。金儲けのためのビジネスっちゃビジネスですか。僕もちょっと思うんですよ。お医者さんとか繁盛してるっていうのは彼らにとってはいいかもしれないけど、世界的には患者が多いってことじゃないですか。医師も獣医師も皆さん生き物を病気にして、そのお金を持ってる人からお金を巻き上げるビジネスモデルということになりますよね。そうなっちゃいますよね。 WHO はそこの世界機関ってことなんですか。そこの権威をつける機関という。うわ、マネー主義って考えるとそうなっちゃうか。お金を作るシステムを作ってるってことですよね、彼らは。それこそがんとかってどうなんですか。がんはもう治療できるよとか言うじゃないですか、いろいろ。アポトール先生っていうのがされたという噂ですけども、がんは深呼吸で治るよって。そうなんですか。呼吸法でね。がんに関しては1937年にオット・マウルブルグ先生っていうのが発がんの原因を証明してノーベル賞を取ってるんですよ。これ医学部でも獣医学でも教わることはないんですね。教えちゃいけないんでしょうね、多分。培養細胞なんですけど、細胞に 60% の酸素の状態で長期間暴露していくと嫌気的解糖系しかできなくなって、ミトコンドリア遺伝子がおかしくなり壊れてがん化するっていう論文がある。それでノーベル賞を取ってるんですよ。じゃあもう原因はそこで分かってるんです。要するに代謝ですよね、がんっていうのは代謝病なんですよ。へえ。細胞が脂肪を燃やせなくなったやつで、がんって2つの定義があるんですね、しっかり。無限増殖すること、歯止めなく増殖すること。2つ目の定義は原発から転移して違うところで増えること。これって証明って難しいと思いません？確かにね。無限増殖するってイボだってこのぐらい大きくなることあるじゃないですか。ありますあります。だけどどっかで止まりません？止まってますよね。さすがにこんな規模を見たことないですもんね。がんの定義そのものもその時々で変わるんですよね。この2つを証明できてるかっていうと、証明できてるのは実験用なんですよ。それでがん化したやつを移植するとちゃんとがんは移植できることになってる。だけど原発の上で本当にできるかって言われたらあれっていうことになるわけですよ。少なくとも分かってることは、がん細胞っていうのは糖しか使えない。要するに酸素が少ない状態で生き残ってるんですよ。要するに嫌気的解糖系が起きると乳酸ができるので、がん細胞の周辺って酸性に傾くんですね。そこで生き残るために増殖してるわけです。酸素がなくてもエネルギー作れるやつだと。だったら酸素を供給してりゃいいじゃない。深呼吸すれば治るよって、そういうことなんだ。糖を立てばいいわけです。人間の細胞、人間の体全ての生物で 98% の細胞は油を使ってます。脂質を使うことができるので、脂質を燃やす体質を作ればがんは死滅するわけですよね。だから私は一応24時間絶食をするということを、食べたものの含まれている糖質は8時間血中化あり、次にベースとして健康診断するときに9時間の絶食してくださいって言うんですよ。言われますよね。8時間はずっと食べ物があるからね。9時間目には食べ物で余ったものを全部肝臓にグリコーゲンとして蓄えてます。そうすると人間の体の中でベースとして必要なグルコースがずっと血中の中に維持できる。これが9時間目からなんですよ。でそれがずっと正常値だというふうに言われる。完全に消えると今度体は蓄えた脂肪を燃やし始めるわけで、16時間から1時間でも2時間でも全ての細胞、人間の体は脂肪を燃やすようになる。ということはがんは餓死するんです。増殖しなくなるんですね。できなくなっちゃうんですね。そんなシンプルなメカニズムだけど病院へ行くと必ずご飯が出るんですね、がん患者にも。そうですよね。まずいんじゃないのとは思うんですけど、抗がん剤投与してね。抗がん剤の効果は 2% 以下だと言われてますよ。言っちゃダメなんですか、やっぱ。言っちゃうといろんな意味で主流から排除されるわけですよ。飯食えなくなるし、アメリカなんかでは医師免許剥奪されますんで、そこだけ盲目になってますね、みんな自分のことだけ。考えないんですよね。その考えをするためにいわゆるメディアというのがあるわけですよね。常識が覆るな。これはなんでこのタイミングで出来上がったのかというと、シンプルに技術の進歩ですか。こういったことを研究することができるようになったって感じですか。 WHO も病気がどんどん出来上がってきてるのは、もともとその病気を作るためにやってきたわけですから。国連の環境計画なんか怪しいしね。やっぱ怪しいですか。悲しいですよね。その現場で友人がされたりすると、2人私なんかも失ってるんで。何でですか。モンゴルって今鉱山開発ブームですごい経済発展してると前に聞かせてもらって調べたら本当にそうなんですね。僕知らなかったんですけど、カナダとかあっちの方が結構ね。カナダの企業だったりするんですけど、金鉱山がありました、はい、そこに水を運ぼうと、モンゴルって水がものすごく少ない、サウジアラビアと同じぐらいの水量、降雨量しかないので、命の水って言葉をモンゴルで初めて教わったんですけど、鉱山で水を使わなければ選べれないわけですね。水を守ろうという活動を2000年私が活動している時に、統一モンゴル河川故障の運動の会っていうのを作り上げて、モンゴルの水を守ろうっていう住民運動がどんどん全国的に大きくなった。その中で鉱山を止めなきゃいけない。
その時にデモしますよねやっぱり、デモしてる時に途中あれって分からないうちに銃が発砲されるんですよ。怖っ。それで手榴弾が見つかるんです。何これって、デモの主催してるやつも何が何だか分かんなくなる。もちろんそこには弾の入ってない銃を持ってったんですけどね、そこには工作員が入って持っていかされてて、リーダーの6人が刑務所に入れられて、そのうち2人が調子悪くなって病院に行ったら死んじゃったわけですけど、水を取ろうとしてる連中がそこの企業の最大の融資銀行が銀行です。彼らが絡んでるってことなんですか？もちろん分かっててやってるわけですから。それでその株主総会に私の友人たちが出てやっつけよう糾弾しようとしたら、モンゴルでもテロリスト容疑でテロリストになっちゃうんですね。犯罪者容疑でやられて、今彼女、私と同い年なんだけど2人でウラン鉱山潜り込んだこともあるんですけど、それ危なくないですか？危なかったですね。危ないですよね。死んじゃう人いるんじゃないですか、下手したら。彼女が株主をざーっと調べていったらがだったと。あっちゃ気ぃつけろって言われて。イギリス国教会って言ってましたよね。彼らがそれをビジネスにしてやってるんですか？モンゴルって最も一番あるんですよね、鉱山が眠ってるんですよね。もういくらでもあるんですけど、問題は水がないんですよ。だからそれをね、で命の水を住民から奪い取る方法として、悪いな。日本もそこに関わってるわけですよ。日本の企業が、政府がやってたらいろいろと分かってくることがいっぱいあって。まだ分かることがあるんですか？彼女と私は写真撮られちゃったんですよ。で顔隠したんですけど、やばいなこれって言ったら、日本の分かってるかなって、もちろんよって言われてうわー、こんなの話した後に今回のコロナパンデミック、あれは何だったんですか？大きな目で見ると人口減でしかないでしょそこですか。コロナについては私は2020年から年間300時間ぐらい講演会やってたんですよ。2020年から発症してから。日本が止めようっていう時に私学生10人連れてボルネオのジャングルの中にいたんですね。みんな野生動物大好きな学生たちで、このまま行ったら帰れなくなると。ジャングルの中でお前ら一生いる気があるか、それともこれから最終便に乗って日本に帰るかっていう聞いたら、全員がジャングルの中にいますジャングルの方が快適だった。そうらしいんですけど、それはちょっとまずいなって帰ろうって帰ってきたんですけど、その後ずっと講演会で要するに世界の事実リアルをお話し始めると、私が危なくなってくると。じゃあ本当にあれはシンプルに意図的なパンデミックを作って、人口計画ってのはトーマス・マルサスからですから、19世紀後半からじゃないですか。あの時に3億人から5億人が適正な人口。やっぱり本当なんですか？ちゃんと文章残ってますよ。地球で保つためには一番いい人口っていうのは5億人ぐらいっていうのは真っ赤な嘘だと思いますけど、彼らはそういう思想のもと、その思想のもとに作られるのが遺伝学だし優生学、はい、だから今の支配層は自分たちは優秀だから支配層にいるんだということを植え付けるために遺伝学優生保護法っていうのを作ってくる。僕たち優生学がっつり動画作りました。打つたびに全ての疾患が%じゃなかったでしたっけ？今回のコロナを打つと1回目打つとこれ基本的に文献です。査読付きの文献なんですけども、3回打った健康な30歳の人が最大寿命っていうんですか、平均寿命として55歳までですっていうのを出してるんです。そうなんですか？めっちゃ短いじゃないですか。そうあと25年しか生きれませんよって言っちゃってるんですよ。統計学っていうのはある意味その現状を見るだけであって、これから何が起こるかっていうのは全く見ないわけです。希望は全然あるよってことだね。これから人間の体の中で何が起こってくるか。でも相手が人口のためにはそれを阻止しようとしてきますよね。でそれを止めることさえできれば人間っていうのは必ず治癒力持ってると思います。今 SDGs で2030年とか向かってるじゃないですか。そういった世界にそれにも合わせようっていうこともあるんですかね。 SDGs は真っ赤な嘘。ただのですかあれはやっぱそうですよね。あんなの教えてるの日本ぐらいでしょ。確かに日本すごいよね。海外じゃあんま聞かないよね。小学校から洗脳ですよ。日本人はやっぱり一番怖いんじゃないですか。一定の考えを持った時はすごい行動力持ってますから。日本人すごいですよね。確かに共同体意識がもともとすごく強いじゃないですか。それは農業で水と肥料、それから技術というものを、日本人ほど技術を公開する人いないじゃないですか。確かにね。一人で特許を取って自分で独り占めするっていうのはあんまり日本の文化じゃないですね。それから多数決しないですよね。明治になって多数決入れたからおかしくなったんで、明治までは多数決ないですから。そうなんですね。日本っていうのは全会一致しかないんです。
全会一致になった時は天皇でもお話に行けるという、これを何ていうかと一揆というわけでしょ。一致したら大名の配置転換でさえ江戸時代に改札しますからね。一致しなかったらどうなるんですか？一致しなかったらそこで現権閣が議論する。そうかそうか。そのために大朝神社があるわけですよ。英語で言うとマリファナ神社じゃないですか。あれはそうですね、マリファナ。ごまオタクあれマリファナ焚いてるわけでしょ。覚醒しますよね、はい、みんなで一致しようっていう努力をする。そうはあ。伝統的に日本は多数決を取らない。だから明治時代議会は劣る、何も決まらない、多数決取る習慣なかったから。なかったから。ちょっとマリファナ面白いな。マリファナやっぱその人類の歴史見るとやっぱキーになるんですか？鍵ですよね。やっぱそうですよね。マリファナもそうだし、朝ですよね。朝は本当に神様からいただいたもので、太政祭ってわかりますか？天皇が次の天皇に渡る。あれは徳島の三木家が作った朝で服を着ない。徳島にはお江郡という朝を植える郡がある。そこの印部氏が作った印部神社っていうのがあるんですけど、そういう風な神門があるんですか。その文化は世界に広がると怖いのかもしれない。怖いね。戦後やっていろいろ弾圧していって結託することを恐れてるのかもしれないですね。日本人は結託っていうんじゃないかな。また違う感覚か。多数者も寄り添うし、少数者も寄り添うし、お互いをね。そこで全体の調和を取れる。和して豪ぜず、でもあなたにあまねくわけじゃないよ、へつらうわけじゃないよっていう日本人らしいね。確かにその精神は。進化論がダーウィンの進化論なんてデタラメですよね。デタラメですよ。ダーウィンそのものは当時いたウォレスっていう二大巨頭生物学で、今でいう生物の生息してるところ、ウォレスラインって北海道と本州の間に一つ線があるじゃないですか。生物層が全然違うよっていう生物の分布を全部地図化していった方と、そうじゃないんだと、これは進化の過程でそうなったんだというのを、これはトーマス・マルサスから指示を受けてやってるわけですけども、進化していくっていうんじゃなくて、私は日本語の訳が意図的だと思うんですけど、分化しているだけですよ。分化している。単純に考えてキリンが首が長くなるのに何百年何千年かかると思います。結構かかるでしょあれって思っちゃうけどね。そういうふうに思っちゃうじゃないですか、はい、一番いい例がアフリカゾウでかいじゃないですか、はい、地中海が干上がるんですね。一回何回か干上がってますけど、その時に島に閉じ込められる、はい、それこそシュ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 ってちっちゃくなって、その中で生きていくわけですよ。そんなに簡単に。どれぐらいの期間なんですかそれ？数十世代で変わってくるっていうんですね。で普通死に絶えるはずなのに、それどうやって変えるのよ。キリンが首の長くなるのもそれこそ数十世代だ。あ、そうなんですか。そういうふうな報告があるんで、そうでないと考えられないと。ということは遺伝子がなくなっちゃうんですよね。もうすごく難しくなっちゃうんで、その辺で遺伝子という固定概念変わらない。変化したら劣勢遺伝子とかいう、これもひどいんですけど、劣勢遺伝子が本当にあるのか。劣勢遺伝子があったら絶対に生き残ってないでしょ。突然変異とか。突然変異は皆さんしょっちゅう常にしてると思うんですね、人間の染色体は22対と1対の性染色体と、他の類人猿は全部24なんですね。そうですよね。どうして少ないんですか？なんで少ないんですか？面白いことに、その時に高血圧遺伝子なんかの議論の時に、ホモになった時に発現する、単一だと発現しないというふうに習うじゃないですか。もし染色体がチンパンジーが来たとすると、どっかで一つが合体したわけですよ、それが見つかったんですよ。第7染色体だったか第2染色体だったか、どっちかがくっついてるんです、染色体には必ず複製した時に失敗しますから、切り離すテロメアっていうのがあるんですよ、ありますよね。医療として全部調整する。あれがどんどん短くなっちゃうと、持病がね、短くなっちゃうと細胞が複製できなくなるから計算すると、実は人間の細胞っていうのはだいたい120歳で終わるよね。だから120歳が最大寿命で、私の見つけた114歳あの辺同じだ、正しいっていうふうに私なんかすごく喜んで読んでた。ところがですね、その後テロメレースっていうのが見つかるんですよ。テロメアを伸ばす遺伝子が見つかったの。ということは、そのテロメレースを活性化すると人間の細胞って無限に伸びちゃうってことですか？何これってなってきちゃいますよね。染色体が合体する時っていうのはどうやって調整取るかすっごく難しいわけです。お互いの遺伝子どこで発現するか。普通合体したやつは大体絶滅する場合が多いわけ。人間は生きてるわけ。なぜ合体してかが分かったと、真ん中にテロメレースが見つかった。普通は両端でないといけないじゃないですか。見つかっちゃったからチンパンジーからこっちに来たっていうのは、あれおかしいな。人工的にくっつけて調整してない限り人類はチンパンジーから進化することはできない。奇跡ってことですよね。だからそれ奇跡ってありえない。ありえないということは、人工的に作られたと考えるのが結論だろうという論文を書かせたんです。すごいの書かせてますね。
命が狙われたかもしれない半導体の事件の話していいですか？闇の部分ですか？半導体の。やっぱあれは汚染がすごいんですか？汚染というよりも、まず半導体はこれから作れない事態が起きるんです。今日本が目指して日の丸半導体って2ナノメーターですよね。今が作ろうとして14ナノメーターです。線の太さで、これを作るためにコールドエッチングっていう新技術で、コールドエッチングには PFAS っていう永遠の化学物質と言われるものが必要なんです。非常に安定した化学物質で、これですぐ冷やさなきゃいけない。これが2025年ほぼ世界で7割消えるんです。なんでですか？ベルギーとアメリカ両方ともでも公害問題でどうしようもない。でみんな健康被害が出る。もう作れない事態がもう見えてる。半導体なくなったら今のもう世界技術変わっちゃうじゃないですか。変わっちゃうでしょ。その PFAS これ作れる技術を持ってるのは純度 99% いりますからね。なぜ中国で作れない？作れば世界支配できるじゃない。作らないのか作れないのか。日の丸半導体このためには2025年にその PFAS がなくなるわけですよ。世界7割消えるわけです。あと作ってるのはイタリアだけです。イタリアも増産しない。どこで作らせます？技術力でいうと日本しかないじゃないですか。一旦環境に出たらこれは破壊することができないんです。ということは日本から食料生産の機会を奪うことになるでしょう。日本人から健康を奪うことにもなるでしょう。それと奇形児全部出てくるでしょう。っていうことを7月10月でやったわけですよ。なおかつ日の丸半導体と言いながら作る会社は全部が外国企業。企業って誰が持ってるの、誰が所有してますかって聞くとほとんどの人が答えられないんですね。その株主とか。株主でしょ、株主が 50% 以上外国であればこれは外国企業ですよね。経団連企業で何社日本企業でしょう。調べたらゼロでした。ゼロなんですか？全部外国なんですか？唯一違ってね。だけはちょっと例外的な持ち方をしてるので。ハッキングされたんですよね、パソコンが。そのことをマーカーで塗りつぶして。自分の写真っていうフォルダがあって、その中に一番最初に私がモンゴルで狼調査してる時に狼を撮ってるんですね。狼の撮って年齢査定をしてどのぐらいの狼がいるかっていうのを調べていく調査をやってたんです。その時の写真なんです。でモンゴルのハンターと狼ハンターと私で撮った狼を前にして記念写真撮った。で私とついでにハンターも消されて狼に丸がついてた。しかも全く私の銀行とかそういうところにハッキングしてない。そうか、できるのにもかかわらず。それで間違いなくできるのに脅しってことですよね。でその後心臓がつかまれるような状態ができるわけですけども。それはどういった能力なんですか？さっきね軽く話聞かせてもらいましたけど、そういう技術があるってことですよね。DARPA ご存知ですよね。もちろんもちろん。でその中に個人を特定して個人を自然史に見せてすことができる技術っていうのが書いてあるんです。で個人っていうのは常に一人一人特有の周波数を持ってます。出た、周波数。写真があればその周波数を特定できるわけ。写真でわかるんですか？特定できます。マジか。全体の写真があれば特定できます。特定したらその周波数にある周波数を乗っけると周波数を変えることができて、その中にカルシウムチャンネルをブロックすることができる。脳の周波数の中にそれを入れると脳のカルシウムチャンネルが止まってゾンビのようになると。キューバ大使館でハバナ症候群で、そうですそうです。あれがまさにそういった技術ですか？で心臓の周波数がある程度分かってますので、それに対して乗っけると心臓のカルシウムチャンネル、要するに収縮ができなくなると。で自然史に見せることができるっていう書いてある論文を読んだんです。私に来るって隠れてたのに。怖っ。でもそういった技術昔からあるんじゃないですかね。僕が聞いたのは確かナチスとかもそういった臓器の振動数を調べたらしくて、生きた状態のが知りたかったから死体じゃなくて生きた人の臓器のこういう振動数を測ったみたいな話は聞いたので、最先端技術ではそこまでいってるってことですよね。それは単純なことじゃないですか。難しくないんだろうね。400メガヘルツパルス変調電磁波を当てることによって作ることもできるっていうの。そうなんですか。これはスコットランドヤードなんですけど、イギリスのテトラっていう装置、警察官ヘルメットかぶってますよ。その無線装置の中に組み込んであるって言われる。そうすると感情がコントロールできない。彼らはなんでこれ組み込まれてるんですか？デモ隊とかそのような人たちに対して人間的な感情を持たずに、それこそ60、70のおばあちゃんに若い体のがっしりした警察官が警棒で殴り続けるっていう映像が出たんですね。その時にこのヘルメットにテトラって書いてあった。恐ろしいですね。そういうことはできるでしょう。技術そのものはイギリスがもうデプロイしてるって書いてあるんです。十数年前に。じゃあ日本の
で有名な中央線にそういう風なアナウンスがあっても怖っ。不思議じゃないよねって。まあでもそういった技術はありますよ。あるにあるってことで、そういったのがねいい方向に使われればいいんですけど、まあ兵器として使われちゃってるってことですよね。全てのことは兵器に使われるし、逆もあり得るし。でも今面白いことに呪術廻戦みたいなのでどんどん分かりやすく開示していっちゃうだから今は教科書よりもアニメだった。アニメを見てね育った方がいいんじゃないかって。ルローニケンシから始まって私も目から鱗だったんだけど、昔からアニメ好きだった。ほとんど見なかったです。なんで見るきっかけ？ルローニケンシを見て、あれこれっておかしいぞと思い始めて、それでジブリを見始めて、ナウシカはもうまさに旧約聖書ですよね、宇宙人がいっぱい出てくるじゃないですか、スター・ウォーズと一緒だと思って見て私の高校の授業でアニメと学校の教科書どっちが役に立つって授業やったことあるんです。おもろ。アニメを見てどう解釈していくって、この作者は何がメッセージとして入れてるのか、私の解釈っていうのをやるんです。子供たちに自分で解釈しろって言うんだけどできないんですね。まあ難しいですよね。だけどそこに宮崎駿さんにしても作者はいろんなことを入れてある。それにたどり着くまで結構時間あったんですけど、なんだこれっていうのばっかりで、進撃の巨人は本当にゾッとしましたね。あれまさにあれ支配構造の中じゃないですか。エデンの園ってわかります？エデンの園ってもともとパークなんですね。要するに監獄なんですよ、そこに人を飼って増やして食べるという。あれじゃん、約束のネバーランドご存知ですか？そうです、まさにそうです。まさにそうですよね。それは宇宙人が食べるんだということ、レプテリアンという名前に変わったりいろんなことで言われてますけど、少なくともエデンがそうだったんですか？エデンの園はまさにそうです。はあ。旧約聖書で囲いの中で生きてる、それが世界だと思わせる、それが支配層の考えだね。だから「進撃の巨人」が出てきたことによって結構びっくりした人たちがいたらしくて、あ、これを出しちゃっていいんだっていうかね。オーナー畑を信じさせられてきた人間だけど、明治の教育ってのは逆だったわけですからね。だから自分の家族を守るために自分の死を大切にする特攻隊ができたわけですよ。普通行かないですよ、こんなもん。行きたくないですよね。それが明治だったわけです。だけどそれを全部潰して、お前たちは花園に住んでるよっていうことを、もう平和ボケさせて、それが戦後の私たちとまさに進撃の巨人の中の兵の中の一般市民です。だけどそれがようやくなんか外が見えてきてね、違和感をみんなが感じて、こんなことしていいのってそう思った人が多かったらしい。あ、こういうのが世に出てくる時代なんだってね。深いですよ、あれは。で食べたらその人の能力が移る。そのためにはいろんなことしなきゃいけないですね。あれは多分遺伝子操作の話なんですね。その後鬼滅の刃が出てきて、鬼滅はちなみにどういった、なぜ子供が鬼を退治するんですか？桃太郎なるだね。鬼は全部大人でしょ。いや、そこがすごく面白いんだけど、どう解釈するかっていうのは、それこそみんなでけんけんがく作者でやりたいぐらいですよね。だから学校の授業で「鬼滅の刃」と「進撃の巨人」をやるってのは面白いですよね。いや面白いよ。ルローニケンシはね、参考のためには「満州鉄道調査部」って本がありますから、それを読んどいていただければ。わかるんだ。知識がある人が見たら、あれこれもしかしてってことなんです。やばいやばいって思ったよ。は出てくるし、里見はじめは出てくるし、出てきますね。で児玉義雄から、ね、戦後のキングメーカー全部出てくるし、何これやばいでしょ、こんなもん出したら。おそらく分かっててやってますよね。アニメも基本的に学生に選ばせる、生徒に選ばせて、それの中から一番簡単に見えるようなものっていうのでやったんですけど、私はあれは使いたかったんですよ。夢を泥棒するパプリカ。あ、パプリカ有名じゃん。俺もちゃんと見てないけど、そうだよね。結構トリップするような。トリップするんだけど、あれ実際にできるんですよ。パプリカは奥が深かったです。何を見なきゃいけないんだ。パプリカとあと満州鉄道調査部。そうだ。麻薬を大量生産してたグループですよね。売ってたのがを社長とするで、上海に会社があった日本陸軍が支配する麻薬の販売所。で北は、南はだったかな、売らせると。それで新帝国を破滅に追いやるというのをやってた。そんなあったんですか？それの最大のバイヤーがあったという。何その話。これもう全部事実で文章残ってるから。それを元にルローニケンシン。ジャーディン・マセソン商会もグラバー邸も全部出てくるじゃないですか。アヘン戦争じゃないですか。アヘン戦争の結果グラバー邸商会ができて、でそのお金で雇ったのが坂本龍馬。流行るものは何かしらあるって感じ。何かしらあるってことなんですかね。それをうまくアニメにすると一般に広がるし、アニメの力はでかいし、漫画の力もすごいし、すごいね。 YouTube の力もすごいですよ。だけどそこをうまくかいくぐらなきゃいけないじゃないと狼に丸されちゃいますからね。
いやこれどこまで世に出せるんだろうな今日の話。皆さんに言いたいことありますかね。最後ねやっぱり自分で考えましょう。自分がこう考えるその根拠はここにあるよ。そういうふうに話する限り喧嘩にならないで済むんですよ、日本の素晴らしさっていうのはその全会一致議論してね議論できるか。その議論するためには根拠が必要。分かり合えるその線があるってことですよね。必ずある。それを日本は求めてきたんだから、それを世界に示したいですね。もう本当そこだわ。そのためには皆さんが精神的にも肉体的にも健康じゃなきゃいけない。人間の能力を信じましょう。自分を信じろってことですよね、はい、いや本当にそう。もうこれを広めていきましょう。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。